新車買ったし、とりあえずガラスコーティングかなと思って施工する人結構多いんですけど、その勢いのままやるとほぼ確実に後悔します。ガラスコーティングにはメリットもありますが、知らないとお金を無駄にする致命的なデメリットもあります。僕はガラスコーティング歴5年、その間日本だけじゃなく海外でも研修を受けて、実際の施工現場のリアルな声も徹底的に聞いてきました。そこで今回は業者が絶対に言わないガラスコーティングのメリットとデメリットを忖度なしで解説します。これを知らずに施工すると本気で損する可能性が高いので、ぜひこの動画を最後まで見てやるかどうかの判断に使ってください。ということで、デメリットに行く前に一つだけ勘違いしやすいポイントを話しておくと、ガラスコーティングってクリア塗装の上に薄いガラスの膜を作ってツヤを出したり汚れを落としやすくするコーティングです。ただガラスといっても窓ガラスみたいに分厚くなく、実際はサランラップの50分の1ぐらいとめっちゃ薄く、飛び石を防ぐような万能なバリアではないので、これを踏まえた上でデメリット一つ目ですが、ガラスコーティングすれば雨で汚れが落ちるので洗車は不要。そんなすごいコーティングはこの世に存在しないです。もしそんなすごいコーティングがあるなら、世の中の建物や窓ガラスにコーティングしておけば雨で汚れが落ちるんだから掃除する必要ないはずなのに、実際はまだ業者が窓拭いてるってことはそういうことだと思います。厳密に言うと確かにコーティングすることで汚れがつきにくくなって雨降ったら多少の汚れは落ちるんですが、水垢とか砂、排気ガスの汚れ、こういうのがコーティングの上に乗って溜まっていくことで固まっていき、だんだんとコーティングの上に汚れでできた層ができます。それを放置するとコーティングに汚れで蓋をすることになるので、コーティング本来の水が弾け飛ぶような撥水やツヤツヤな見た目、汚れ防止機能は失われていきます。つまり高いコーティングしたから水洗車だけでメンテナンスできると思ってらっしゃる方意外と多いですが、水洗車だけで綺麗を維持できるコーティングは現状ないので、定期的な洗車は絶対に必要です。それが100万円のコーティングでも汚れがつかないのはありえないので、水染みや砂、排気ガスの汚れなど中性シャンプーでは落ちない汚れを定期的に専用のアルカリや酸性シャンプーを使って普段からメンテナンスをする必要が出てきます。確かにコーティングがあることで普段の洗車はめちゃくちゃ楽になりますが、定期的にメンテナンスをしないとガラスコーティングの本来の性能は少しずつ失われていきます。適当な中古車販売店とかディーラーだとガラスコーティングするとノーメンテ、年1回のプロの洗車で綺麗を維持できるのでおすすめしますって言うてくるところありますが、どれだけ高いガラスコーティングしてもノーメンテ、水だけで汚れが落ちるとか残念ながらないのが現状ですね。僕が普段からやってる簡単なガラスコーティングのメンテナンス洗車方法は動画の後半でまとめて紹介しますが、ガラスコーティングしたから特に何もしなくていいと思っていると確実に後悔します。定期的なメンテナンスは必要なので、これが1つ目のデメリット。2つ目のデメリットは店によって差がありすぎること。普通の人はガラスコーティングなんて瓶に入った液体塗るだけやし、どこでやっても同じ仕上がりでしょと思ってらっしゃる方いると思います。僕もガラスコーティングの施工を実際に見る前はあんな液体塗るだけで数十万円は高すぎてぼったくりと思ってましたが、高いのには理由があって、それは施工前の処理にめちゃくちゃ時間と人件費がかかってるからです。全てのガラスコーティングは塗る前の洗車と下地処理で仕上がりが劇的に変わります。僕が知ってるショップは最初の洗車の段階でアルカリ、酸性、中性の3種類の液剤を使う 3pH 洗車というやり方で車の汚れを徹底リセット。そこから鉄粉と水垢を落として汚れが全部落ちたすっぴんの状態にして、さらにそこにポリッシャーという車を磨く機械を使って徹底的にボディを磨いて、小傷や固着した汚れを消して完全に下地を整えた後にプロ用のコーティングを塗ってます。この下地処理を徹底している業者と洗車だけしてコーティング塗る業者とでは仕上がりに圧倒的な差が生まれます。もちろん店舗によっては専用の湿度や温度を管理した磨きブース、最新の洗車ケミカルを使うところから整備ピットで施工するところまで幅広いです。僕の車に施工してもらった時は最新の液剤を使って徹底洗車、その後専用の湿度と温度が管理された屋内ブースに移動して徹底的に磨いてもらってからガラスコーティングを施工して完全に乾くまで室内保管していただいたので、このレベルでツヤツヤになって撥水もこんな感じで水が飛んでいきます。磨きで塗装面が整うとプレスラインがシャープに見えてより立体的に見えるようにもなります。つまり誰が施工するかによって仕上がりが全然違います。見るべきところは磨き職人の腕ですね。ガラスコーティングやったことがない普通の人はよくわからんので、とりあえず大手のコーティング屋さんで高いコーティングしとけば大丈夫みたいな感じになってると思いますが、いくら高いコーティングであっても
も実際は職人じゃなくてバイトの子が施工してるってのもよく聞きますし、実際に施工する人の腕が悪いと仕上がりは残念なことになります。最近 X で大炎上してましたが、新車にコーティングをお願いしたらボディに水染みが明らかについてる状態なのに、その水染みをオプション料金で取るかオーナーに相談せずにそのままコーティング施工してしまって、コーティングを剥がさない限り絶対に消えない水染みを残された残念な状態にされた人もいるので、コーティングをお願いする前に絶対そこのお店のレビュー、特に星5じゃなくて星1とかそのあたりのネガティブなところ見た方が絶対にいいですね。いくら大手のショップであっても結局は施工する人の腕次第なので、店選びを失敗するとお金無駄にします。僕のおすすめとしては、少人数でやってる磨き専門店に最初からお願いする方が仕上がりもいいし、その後のメンテナンスもしっかりとやってくれるので、そういうお店でコーティングやってもらうことをお勧めします。ディーラーのコーティングは営業マンが塗ってるところもあるそうですし、下請けのコーティングショップに丸投げしてるところがほとんどなので、この初めからその下請けに直接依頼した方が中抜きされず、払った金額のクオリティで仕上げてくれると思うので、そういうお店探してください。僕の知ってる人はディーラーからの依頼受けると下手したら赤字になるからあまりやりたくないけど、経験値と実績増えるから仕方なしにやってるとのことだったので、それならその人に満額渡して最高な状態に仕上げてもらうのが絶対にいいと思います。デメリット3つ目は、コーティングは万能じゃないところ。ガラスコーティングやっとけば飛び石傷も硬い皮膜で防げるからおすすめですと言われたことあると思いますが、どれだけ高いコーティングしても飛び石傷は普通につきます。僕の車には結構高いガラスコーティングを施工してあるんですが、それでも飛び石傷は入ってます。そもそも石って硬くて小さいので、それが高速で飛んできたらそら傷はつくよねって感じ。窓ガラスに石飛んできたら普通にこんな感じでひび入るのに、そのガラスより薄い膜なのに飛び石が防げるとか、どういう謎テクノロジーなんですかってなりますよね。ただドアパンチとかには耐性あって、この前ドア当てられたんですが、コーティングのおかげで無傷でした。小さい飛び石や尖ったものに対しては普通に傷が入りますけど、大きいものに対する防御力はない状態に比べると明らかに上がってます。しかも最新のコーティングだと熱を加えると小傷なら自動修復するのもあります。もし飛び石や10円のいたずら傷まで全部防ぎたいのであれば、ガラスコーティングの倍以上の値段するペイントプロテクションフィルム PPF を貼ることをお勧めします。 PPF を簡単に説明すると、車のボディの上に分厚いビニールのようなフィルムを貼ることで、スマホの保護フィルムのような感じになり、引っかき傷や飛び石傷を防いでくれます。海外のイベント行った時に実際に鉄のブラシで PPF を強めに引っかいたんですが、一切傷が入らなかったです。ガラスコーティングは液体を硬化させているのでそんなに分厚くならないですが、 PPF になるとコーティングの100倍以上の分厚さになるので、その分防御力が増えて飛び石や傷から守ってくれます。さらに最近の PPF はドライヤーで熱を加えると傷が自己修復して消えます。ガラスコーティングの目的は汚れ防止、撥水、ツヤアップですが、 PPF は飛び石、擦り傷などの物理防御アップなので、ガラスコーティングしとけば飛び石傷も守れると思って施工すると、思ってたのと違ったとなりますね。ここまでデメリットを中心に話してきましたが、もちろんガラスコーティングにはしっかりとメリットもあります。正しく選んで正しくメンテすれば、やってよかったと本気で思えるぐらいの効果は出ます。ということで、ここからは僕が実際に施工して感じた、これは本当にいいと心から思ったメリットを紹介します。まずメリット1つ目、洗車がめっちゃ楽になります。コーティングしてあることで汚れがつきにくいので、軽い汚れであれば簡単に落ちて、撥水効果により水切れが良くなっているので、洗車の時に一番面倒な拭き上げ作業が秒で終わるようになります。タオル乗せてスッと引くだけ、水滴が全部消えるので、これが一番のメリットだと思います。洗車で一番時間がかかるのって洗車後の拭き上げだと僕は思っていて、これまで拭き上げに20分かかってたら、それが10分かからずに速攻で終わるので、それがだいぶ快適ですね。この無駄な拭き上げ時間を時給に換算すると相当な金額になって、長い目で見たらガラスコーティング分ぐらい余裕で払える金額になると思います。また最近では洗車場にブロワーという掃除機の逆パターンで風を出す機械が置いてるんですが、ガラスコーティング施工してあると、それ使うことでタオルなしで全部の水滴を飛ばすことできます。このやり方であれば洗車傷が入らないので、ツヤツヤを簡単に維持できます。コーティングがあるおかげで汚れがつきにくくなり、洗車の時に一番めんどくさい拭き上げ作業を大幅時短できることで、洗車がかなり楽になります。これ一度でも経験すれば、コーティングしてない車の洗車は絶対に無理な体になります。
メリット2つ目は塗装の保護。車の塗装って紫外線や酸性雨、排気ガスなどで汚れることで徐々に色あせてしまい、納車から時間が経つにつれて色が変わっていきます。赤色の中古車が白っぽくなってるの見たことあると思います。あれは塗装の上にあるクリアの層が日焼けしてもともと透明だったのが経年劣化ですりガラスのようになったことで色が変わったように見えてます。それがガラスコーティングをしてあげるとクリア塗装を真空パックして空気を完全に遮断して、さらに UV カットで日焼けを防ぐので、洗車と磨きでピカピカにした当日の新車の輝きのままずっと乗り続けられるイメージです。こちらの今見えている車、これ実は2019年に新車で買ってもう7年ぐらい乗ってるんですが、ガラスコーティングをしてるおかげでこのツヤツヤと色の深みが出てます。これ知らん人が見たら最近買った新車と思う人出てくるレベルで綺麗で、しかも月1洗車でこの綺麗さをずっと維持できてます。つまりコーティングをすると新車の状態をセーブして乗ることができるようになります。これがこのまま3つ目のメリット、売る時の査定額に直結します。実は中古車販売してる友達から聞いた裏話があるんですけど、業者が車をオークションに出す前は絶対に磨いて軽くコーティングしてからオークションに出すそうなんです。なぜかというと、単純に見た目が綺麗だと落札価格が跳ね上がるからです。毎日車を売ってるプロがわざわざ手間をかけてまでやるってことは、車のツヤイコール付加価値ですよね。だから新車の時にコーティングをして綺麗な状態をセーブしておけば売る時の査定額が上がるので、数年で乗り換える人は売却益でコーティング代の元が取れるし、逆に乗り潰す人は新車の気分を長く味わえて洗車する時間を大幅に短縮できて、時給換算で余裕で元が取れるので、ガラスコーティングは贅沢じゃなくて賢い投資と言えると思います。僕はもともとガラスコーティングなんてあんなん液体塗るだけで10万円以上するとかぼったくりでしょうと思ってた側ですが、実際にプロの施工する姿を見て、施工前の徹底した洗車、ひたすら磨いてボディを整える工程、それに数日かけてやっと最後にコーティングを塗って、もちろん塗り残しや吹きムラなどがないか専用のブースで確認まで行う。その全ての作業が料金に含まれているし、コーティング後の水はじきやツヤ感、洗車が劇的に楽になったのを実際に体感すると、確かに10万円以上とパッと見は高いですけど、最新の高価系ガラスコーティングであればちゃんとメンテナンスすれば5年とか余裕で長持ちします。もし20万円のコーティングだとしたら確かに結構な金額に見えますが、5年耐久なら長い目で見ると1年で4万円ほどでいいことを考えると、コーティングやって損はしないなと思うようになりました。1年ごとに新しいコーティングをかける人もいますが、毎回コーティングするときに汚れを徹底的に落としてからコーティングかけてくれるなら全然いいと思うんですけど、下地に汚れが残った状態で上から新たなコーティングをかけてしまうと、汚れの上からコーティングして汚れのミルフィーユみたいになってしまい、ポリッシャーで削らない限り何しても取れない汚れにつながるので、僕はいい磨き職人を見つけて最初からちゃんとしたコーティングを施工してもらうのが絶対いいと思います。ただ冒頭でも話した通り、メンテナンスフリーではなくて定期的な洗車は絶対に必要です。普段は普通の中性シャンプー使った洗車で全然いいんですけど、中性では落ちない汚れ、例えば車の排気ガスや水染み、鳥糞や虫の死骸など、そういった汚れは普通に洗車しても落ちないです。なので定期的にアルカリや酸性のシャンプーを使って洗車する必要があります。僕が普段からやってるガラスコーティング施工車の洗車方法は、まずアルカリシャンプーをボディにぶっかけてそのまま5分放置、その後に泡流してからもう一度中性シャンプーで撫で洗い。こうすることで一発目のアルカリでコーティングの上に付着した砂や排気ガスなどの有機質汚れ、これをつけ置き洗い、汚れを分解してふやかします。これすると次に中性で手洗いするときに、中性で取れない汚れや洗車傷の原因になる硬い砂などは初めにアルカリの泡かけた時にふやけて落ちてるので、その後にミットで洗っても洗車傷がつかないといった仕組みです。洗車前は砂だらけだったとしても、このアルカリの泡をかけて放置するこの一手間を加えるだけでびっくりするぐらい車が綺麗でツヤッツヤに戻るので、アルカリぶっかけからの中性シャンプーなで洗い、このやり方がコーティング車にはおすすめですね。一見めんどくさそうに聞こえるかもですが、普段の洗車に泡かけて5分放置、これが加わるだけなのでバリ楽。これを毎回やっておくだけで車がめっちゃスッキリするので、このやり方おすすめです。ただここまでやったとしても水染み汚れは落ちなくて、だんだんとコーティングの発数が弱くなります。そこで3ヶ月に1回とかでいいので、追加で酸性のシャンプーを使って水染み汚れまで落としてあげると、コーティングしたてのすっぴんに戻せるので、コーティング本来の性能が戻ります。言うてその酸性シャンプーも泡かけて少し放置してから中性シャンプーでミットで撫で洗いするだけと、そんなに面倒ではないので、ぜひこのやり方を実践して、せっかくやってもらった高いコーティングを維持していただければと思います。
詳しい 3PH 洗車のやり方は別動画で詳しく解説していますし、それを自分でやるのが面倒な方は洗車もコーティングも全部やってくれる腕のいい磨き職人のお店全国で知ってるので、動画の下にある概要欄に情報を置いておきますので、もしこの動画見て少しでも気になったら気軽に問い合わせしてみてください。青のスイスポ乗った人の動画見たって言ったら多分なんかおまけしてくれると思います。知らんけど。ということでガラスコーティングのメリットデメリットのご紹介でした。僕としてはガラスコーティングは絶対にやった方がいいと思ってるし、お金持ちの方はガラスコーティングの上位互換になりつつある PPF、 これ導入するのがいいと思います。せっかく好きで買った車なんで綺麗に乗ってあげるのが間違いなくいいと思うので、ぜひガラスコーティングやってみてください。こちらのチャンネルではプロも使う間違いない洗車用品紹介からドライブが快適になるカー用品など、本当に良かったと思うものを発信しているチャンネルなので、この動画が参考になったと思っていただけたらぜひ何でもいいのでコメントしていただけると動画制作のやる気につながりますのでよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました。